皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。先週末は今年初めての多肉狩りに行ってきました。と言ってもホームセンターなんですけどね。欲しかった多肉もゲットできて、とても楽しい多肉狩りになりました。そしてこの日は畑の横の河津桜が開花していました。それでは一つずつじっくりご紹介していきたいと思います。私が探していたのはこのアフターグローです。苗の大きさもそこそこあり、これでワンコインでお釣りが来るお値段だったんです。今回の多肉狩りで迷わず一番最初に手にした多肉がこのアフターグローでした。早く植え替えして胴切りして増やしておきたい多肉です。そして2つ目の多肉はこのいちご大福です。思わずいちご大福と思いましたが、これは完全にいちご大福という名前にやられて買ってしまいました。むちっとした葉がとても可愛くて、この先の成長がとても楽しみです。お次の多肉はこのシンフォニー。奇跡のシンフォニーという映画がとても好きなので、こちらも名前に惹かれて買ってしまった多肉です。葉の大きさが不揃いで形もいびつなので、この多肉は葉差しで増やしてもいいかな。今回購入してきた多肉は名前で買った子が結構います。このイエティも名前が可愛らしくて買った多肉です。イエティといえば白い毛むくじゃらの大きな怪物を思い起こしてしまいますが、この多肉のイエティは肉厚で色白の可愛らしい表情をしていました。存在感があるので寄せ植えにも向いていますね。そして元気のいいリトルミッシュを見つけたので迷わずお持ち帰りしました。旦那がこれ持ってるじゃん的なことを言ってきたんですが、去年の猛暑で全てダメにしてしまっていました。このリトルミッシーは茎がとても細く繊細なので、夏の暑さで蒸れて消えてしまうことがほとんどでした。それでも少しずついろんな寄せ植えに植え付けて夏を乗り切ってくれるリトルミッシーもいましたが、去年の暑さでは全滅でした。そしてこの薄葉のカナディアンですが、根元をよく見てみると小さな芽がこぶいていました。親株ともども成長がとても楽しみなカナディアンです。こう見ると葉の枚数もとても多いので、数枚葉をもいで葉差しで増やしておくのもいいですね。そして今回買った肉の最後はこのパープルレインです。肉厚でムッチムチな葉が隙間のないぐらいぎゅっと引き締まっていました。すでにこの鉢の縁いっぱいまでロゼットが大きく成長しているので、このパープルレインは早めの植え替えをしてあげたいと思います。そして最後はこのジャッカルです。実はこのジャッカルもずっと探していたのに出会えなかった多肉の一つなんですが、年明けに谷友さんがお見舞いがてらに持ってきてくださいました。今年もいろんな多肉をお迎えすることができて、年明け早々嬉しい悲鳴を上げています。
そして多肉の他にもこの木製の大きなプランターを購入してきました。この木のプランター、定価の半値以下で購入できました。そしてその横のブリキのミルク缶はスーパーのお花屋さんに置いてあったものです。鳥の羽が可愛くアンティーク風に加工されているこのミルク缶に一目惚れでした。ミルク缶の口に鉢を乗せてもいいし、傘立てにも良さそうですね。そしてこのリメ缶たちも少しずつ作業を進めています。この唐草模様のガーデン缶ですが、このままがいいのか、アンティーク加工をした方がいいのか、悩んでいるところです。皆さんならどうしますか？この購入してきたプランターも真っ白で味気ないため、唐草模様のステンシルを使い、ペイントすることにしました。そしてリメ缶とは少し違う感じに仕上げたかったため、ステンシルのシートを少し斜めにして唐草模様がひし形になるようにステンシルシートを配置してみました。あとはステンシルシートの上から好きな色のペイントをスポンジにつけて、ステンシルシートの上からトントンと模様を叩いていくだけです。スポンジにペイントをたくさんつけてしまうと、にじみの原因になってしまうため、べったりとついてしまった場合には、キッチンペーパーなどに取り、量を加減します。最後にステンシルシートを剥がして、仕上がりを確認します。この時が一番ドキドキしますね。色もいい感じで、綺麗に仕上がっていました。ここで問題発生です。中心にペイントしたと思っていたら、少し中心からずれていたので、裏側にもう一度ステンシルし直しました。はじめに位置を確認していたんですが、一度シートを剥がした時に間違えて裏側に貼ってしまったようです。ちなみにこのステンシルシートはクリアファイルを再利用して手作りしたものになります。一度作ると繰り返し使えるので、皆さんもぜひ作ってみてくださいね。今度もきれいに出来上がりました。最後に唐草模様の下にガーデンの文字を入れることにしました。はい、ということで今日は今年初めての多肉狩りで買った多肉のご紹介と、リメ缶、そして木製の木のプランターにステンシルしていきました。いかがだったでしょうか？皆さんは今年多肉狩りに行かれましたか？その他にも今欲しい多肉やおすすめの多肉がありましたら、ぜひコメントしていってくださいね。ステンシルシートを剥がして仕上がりを見ていきます。どうですか？こんな感じに仕上がりました。
この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。